真鍮製、壊れかけのファイヤースクリーンクジャク型を買う。こんにちは、MB サポートの管理人です。本日は、ここ。私の机、幅120センチ、奥行き60センチの天板の下に、デスクトップ PC を2台置いています。PC の背面にアクセスしやすいため、メンテナンスが楽なのですが、こちらからの見た目がどうも気になります。そうそう、ここからの見た目ね。かといってここを塞いでしまったら、メンテナンスしづらくなりますし、排熱を妨げてしまいます。そこで、少し離れた場所に、自立できるパーティションが欲しいと前々から思っていました。ここにね。そして軽井沢で見つけてきたこれを、今日は紹介します。こんな風に梱包してもらい、肩からぶら下げて、いい子しながら帰ってきました。今回は新幹線に乗らずに帰れる場所まで送ってもらいました。台風の影響で交通事情が大変でした。あれこれもしかして。だよね。このお宝を見つけたのは、毎度おなじみ追い分けの古いものいろいろカレンさんのお店です。この入りづらいところを入っていくことで、思わぬお宝に巡り会えるのです。ある人が言っていましたが、物はそれを望む人のところに来るそうです。だから私はそれに導かれてここに入ったのです。それでは、ご覧いただきましょう。泡ゴムが切れた。新幹線に乗らずに済みましたが、電車には乗りました。これを持って。さあ取れたよ。これ、見たことありますか？プラスファイヤースクリーン、あるいは、ファイヤープレイススクリーンと呼ばれるものです。日本語だと、真鍮製の暖炉用ついたてとでも言いましょうか。こちらは裏で、真鍮の輝きがありますでしょ。これは暖炉の前に置いて、薪がパチンといって外れてくるのを防いだり、肌に直接炎を当てるのを防いだり、暖炉を使わない時に目隠しとして使用するものです。暖炉といっても、今の薪ストーブとは違って、マントルピースのある暖炉に使用します。これはピーコックスタイルで、クジャクが羽を広げるように、可動式のファイヤースクリーンになります。つまり、使わない時は羽を畳んで、取っ手を持って移動でき、保管スペースを小さくできるのです。ちなみにこれらの知識は、グラナダテレビ制作のシャーロック・ホームズの冒険シリーズで使われたセット、221B の家具や建具、小物を調べている時に得ました。すまん、編集中にあまりの美しさに見とれていました。何が正しいのかわかりませんが、こちらは裏面で、暖炉側ではなかったと思われます。なぜならば、表面は、すすで汚れ、真鍮の輝きを失っているからです。でも、私たちが常に見るのは、表面ですよね。なぜ表面を暖炉側に使っていたのであろうか。それともこちらが裏面なのだろうか。取っ手はクジャクの頭が左右にデザインされています。これは、ハドスン夫人かな？アイリーン・アドラーかな？この留め具がこちらに出ていることから、こちらが裏面と判断しているのですが、この真鍮の羽の穴は、排熱するのに都合がいいね。メーカーや生産国は不明ですが、実際にファイヤースクリーンとして使われていたのは確実です。羽の開く仕組みは簡単で、各羽の表に引っ掛ける突起が溶接されていて、裏面のカバーに引っ掛けてスライドしています。よく外れますが、薄い真鍮の羽は軽い力でたわむので、入れるのも簡単です。ちなみに、グラナダホームズの暖炉とマントルピースはこんな感じでした。劇中で使われたファイヤースクリーンは、真鍮のフレームに透明ガラスで作られていました。
ここの溝に引っ掛けるんだね。このことからも、こちらが裏面であると判断できます。私は、希少価値があるとか、ヴィンテージだとか、アンティークだとか、そういったことには疎いです。ただ、PC の背面を隠すために購入しました。私がカレンさんの倉庫で見つけた時の写真がこれです。一瞬でピーコックのファイヤースクリーンであることがわかりました。でもね、値段を聞く気にはなれませんでした。どうせ持って帰れないし、管理人は小さくて可愛いからです。後日社長に頼んで交渉してもらって手に入れたのがこちら。思ったよりボロボロでした。その代わり、いいねの半額で購入できました。こういう駆け引きは、私苦手だからね。感謝です。で、あれよあれよと、社長が分解してくれました。この光景を見て、映画資料の腹渡のシェリーを退治したシーンを思い出しました。すべての羽を止めておく棒は、錆びてはいますがしっかりしていました。しかし、羽の曲がりはひどいものです。でも、そこは薄い真鍮ゆえに、すぐに元に戻せるでしょう。両面のフレームを止める左右のボルトナット、さらに真鍮の袋ナットは、W の16分の3でした。この W16 分の3のボルトが折れたら終わりです。ワッシャーは両側に2枚ずつ、羽1枚重ねるごとにワッシャーを1枚使うので、全部で12枚必要です。ということで、ホームセンターに探しに行きましたが、W16 分の3を見つけられず。でもワッシャーは見つかったので、12枚購入しました。帰ってネットで注文することにして、とりあえず塗料を何回か塗って、補強することになりました。あとは、羽の歪みを、角材と金槌で平らにする作業です。寒いので、ダウンジャケットをお借りして作業しました。ちなみに今、仕事中なんだけどね。スライドさせる溝をマイナスドライバーで確保する様子。こうして分解することで、仕組みを把握できたわけです。まあ、社長に教えていただいたのですが。ほら、外れちゃったでしょ？でも、仕組みを理解できているからこそ、簡単に直せます。ボワラ。もちろん、真っ平らにできたわけではないので、しまうのにコツがいります。で、たった今、ある部分が壊れたので、それを記録します。誰かの役に立つとは思えませんが。中央の羽は、フレームに固定されて動かないのですが、それを仮止めしておいたワイヤーが切れました。購入時点で、ここの部品が欠損していて、ボルトも曲がっていました。半分に切られたボルトは、羽をしまう厚みを考慮していると思われます。ボルトと中央の羽の上部に、2つの穴が開いています。これを止める何かが欠損しているので、電気コードの皮を剥いて、銅線を使って止めることにしました。ボルトや真鍮の羽が切れるより、留め具が切れた方が直せるからです。それ以前に、この部分は高さの矛盾をどうしても理解できませんでした。羽の上部を折り曲げたり、上部の真鍮板を薄く削りました。急に壊れたので、今あるものだけで直します。まずは、汚いニッパー。これでナットを緩めます。特殊なナットなので、ビニールテープで保護します。電化製品でコードが結束されている何か。これで留めるか、ステンレスの針金で留めるか、穴の大きさ次第です。まずはハンドルを左回りで緩めて取ります。取れたね。次は、袋ナットを4本外しますが、ビニールテープで保護します。
これも軽井沢で教わったんだけどね。そしたら、汚いニッパーで左に回します。ある程度緩んだら、手で回します。特殊な袋ナットが取れました。ナットを取ったら、上部カバーを外します。これ、高さ調節のために、補強された部分をディスクグラインダーで削りました。これがハンドルと中央の羽を接続するパーツです。導線が切れたので除去します。これでもまっすぐにした方で、購入時はものすごく曲がっていました。どうやら、結束バンドが穴に入るみたいです。こんな感じでいいかな？いいよね？そしたら、中央の羽の上部に開いた2つの穴に通します。これ、正常な製品は、どうやって止められているのかな？ボルトとナットで止めるのかな？通ったね。こんな小さな穴に通るボルトはあるのかな？うまく避けてくれるね。だったら、余ったバンドを切らなくてもいいかも。ちなみに、これ綺麗になるのかな？研磨剤とディスクグラインダーで磨いてみましょう。音に気をつけてね。まあ磨けば綺麗になりそうですね。とりあえず、元に戻して、次は底面の加工です。新しくしたワッシャー12枚が見えますね。両脇のボルトも新しいものに変更するつもりです。そしたら、もっと前後のフレームをくっつけられると思います。最後に、床が傷つかないように、フェルトを貼ります。使用するのは、ニトリのクッションフェルト12枚入りです。リサイクル屋さんで未開封品を80円で購入しました。私は初めて使います。結構粘着力ありそうです。まあ、上から圧着する形になるので、取れることはないでしょう。ペタッとな。ここまで貼ってようやく間違いに気がつきました。外にはみ出した部分は、外から見えるよねってことに。だったら、ハサミで細長く切って、床と接地する部分にピンポイントで、貼ればいいのでは？クッションフェルトの節約にもなるよね。完成。あとは、磨くかどうかですね。磨けば光が磨かせない。純粋なのは磨かぬダイヤ、なんつって。使い古されている魅力もあるよね。何はともあれ、私はマントルピース付きの暖炉を持っていません。でも、ファイヤースクリーンは持っています。これだけ PC の背面と離れていれば、排熱の妨げになることもないでしょう。私に売ってくれた方、交渉を手伝ってくれた方、分解清掃の仕方を教えていただき、またそれをしていただいた方、本当に感謝しております。ありがとうございました。そして、この記録を最後まで見ていただいた方々、誠にありがとうございました。MB サポートの管理人でした。